カメラ性能、囲って検索、120Hz、USB 3.0、マグセーフ、ブラウジングしながら、どっちがおすすめなのかっていう話なんですけども、どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら iPhone 16と Galaxy S25。こちらに関しては価格帯が大体一緒ということでね、どっちを買うか迷ってる方結構多いと思うので、今回はこの2つどっちがおすすめなのか、それぞれのスペックとか実際に撮った写真とか、そういったものを比べながら比較レビューの方をしていきます。この動画見たらどっちを買うべきかわかると思うので、決まったらぜひコメント欄で教えてください。ということで早速やっていきましょう。そしたら早速比較していくんですけども、このスマホを買うにあたって一番大事なのが価格だと思います。今回価格に関しては似てるんですけども、ちょっと違っていて、iPhone 16が 124,800 円から、こちらの Galaxy S25 が 129,800 円からになります。こうやってね、最低価格だけを見ると、ちょっと Galaxy の方が高く感じるんですけども、実はこれ容量が違っていて、iPhone 16は 128GB で 124,800 円。こちらの S25 は 256GB で 129,000 円になってます。で、容量が倍違います。容量両方とも 256GB に合わせると iPhone 16が 139,800 円、Galaxy S25 が 129,000 円ということで、ストレージを合わせると iPhone の方が1万円高くなってます。128GB でいいっていう人は、こっちの iPhone 16でも大体同じ値段で買える感じになりますね。256を欲しい人は Galaxy の方が安く買えるっていうことを覚えておいてください。そしたら、その金額を踏まえてスペックの方をチェックしていきます。まずは筐体のサイズなんですけども、サイズ感に関してはほぼほぼ一緒。高さもほぼ一緒だし、厚みも大体一緒になります。Galaxy の方がちょっと薄いかなぐらい。で、違うのが重さですね。重さに関しては iPhone 16が 170g、Galaxy S25 が 162g になっているので、こっちの方が 8g 軽くなってます。で、結構ね、こう持った感じ、ずっしり感違いますね。持ち比べると差があるぐらいな感じです。なので軽いのがいい人はこっちの Galaxy でもいいかもしれません。今回この2つカメラ性能結構違っていて iPhone 16は2眼です。0.5 倍と1倍があって、あと1倍これ4800万画素になってるので、これの真ん中部分だけを切り出す2倍ズームっていうのができます。なので 0.5 倍、1倍、2倍っていう感じですね。それに対して Galaxy はどうかというと、こちらはレンズが3眼構成になっていて、超広角が 0.6 倍。なので超広角に関しては iPhone の方がちょっと広めになってます。で、そして1倍レンズ5000万画素になってるので、真ん中を切り出す2倍ズームっていうのもできます。で、あとはこちら3倍の望遠レンズが入ってるので、より遠くまでズームしたいっていう方はこっちの Galaxy の方がおすすめです。撮った写真はこんな感じ。超広角、1倍、2倍、3倍。やっぱ3倍とかだと結構解像感とかが違うのがわかると思います。あと色味に関しても違うので、自分の好きな方を選んでみるのがいいと思います。このカメラ性能だけで言えば Galaxy の方が高いですね。で、あと筐体で1個違うポイントがありまして、最新の iPhone 16に関してはここにカメラコントロールボタンがついてます。ここを押すだけでロックしてる状態でもカメラを一瞬で起動できるので、ポケットからこう iPhone を出すときにこれを押しちゃってすぐに写真を撮り始めるっていうことができます。これが意外と便利なので、シャッターチャンスを逃したくないっていう方はこっちの iPhone 16を選ぶのもいいと思います。Galaxy に関してもここの電源ボタンをカチカチと2回押すことによってカメラ起動できるので、どうだろう。個人的には1回押しでできる iPhone の方がちょっと有利かなっていう感じです。続いてスマホで大事な処理性能、プロセッサーに関してなんですけども、iPhone 16が Apple の A18 チップ。こっちの Galaxy が Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy になります。これそれぞれね、ベンチマーク測ってみたんですけども、ベンチマーク上で見ると、こっちの Galaxy の方が性能は高くなってますね。なので性能を重視したいっていう方はこっちの Galaxy S25 の方がいいかもしれません。ただね、両方とも性能に関しては十分なのでそこまで大差はないかなっていう感じです。ただ AI 性能とかはこっちの iPhone 16は Apple Intelligence 使えないんですけども、こっちの Galaxy に関しては AI 機能使えるので AI 機能をいち早く試したいっていう方はこっちの Galaxy 選んでもいいと思います。で、あとこっちの Galaxy に関しては Google の囲って検索が使えて、これがめちゃめちゃ便利なんですけども、こっちの iPhone に関しては今のところそういった囲って検索みたいな機能は入るみたいな感じでは言われてないので、囲って検索ですぐに物を検索したいという方はこっちの Galaxy を選ぶのがおすすめです。こっちは結構 AI 機能完成されてて iPhone はまだ未完成っていう感じはありますね。続いてはディスプレイの比較していきます。今両方とも最大輝度にしてるんですけども、画面輝度に関しては iPhone 16の方がちょっと明るい気がしますね。外で見たらね、この太陽光モードみたいになって明るくなるかもしれないんですけども、室内で最大の輝度にしてる場合はこんぐらい差があります。結構違うので、画面輝度を重視す
る人は iPhone でもいいかと思います。ただですね、これディスプレイが今回全然違ってまして、iPhone 16はこちら 60Hz なので結構カクカクしがちなディスプレイになってるんですけども、もちろん Galaxy S25 は 120Hz のディスプレイで超滑らかにスクロールすることができます。結構ね、この 60Hz でスクロールしてると目が疲れやすかったりするんですけども、こちら滑らかなのですごい目が疲れづらくなってますね。なので明るさを取るなら iPhone がいいんですけども、そのリフレッシュレート、スクロールとかの快適性、滑らかさが欲しいという方はこっちの Galaxy S25 の方がおすすめです。で、バッテリーに関してなんですけども、iPhone 16がビデオ再生最大22時間なのに対して Galaxy S25 は動画再生最大29時間になってます。これは測ったメーカーとかも違うので一概には言えないんですけども、スペック上だと Galaxy の方が高くなってます。バッテリーの容量とかも Galaxy の方が上なので、こっちの方がもしかしたら持つかもしれません。続いては充電端子ですね。今回こちら iPhone も Galaxy も両方とも USB-C 端子搭載してるんですけども、これ中身が違っていて iPhone 16は USB 2.0、S25 は USB 3.0 になってます。なので SSD とかをつなげてデータ転送をいっぱいしたいっていう方はこっちの Galaxy の方が高速に転送することができます。充電速度に関してはこっちは 20W ちょいぐらいのに対して S25 は 25W になってます。でもそんなに差はないですね。そう、そこが結構違っていて iPhone に関してはこういった感じで MagSafe アクセサリーが使えるし、MagSafe で最大 15W で充電することができます。で、それに対して今回の Galaxy S25 に関しては MagSafe のこの磁石っていうのは搭載していません。ただ磁石付きのケースをつけることによって C2 の最大 15W で充電することができます。ケースをつけないで使うっていう方に関しては MagSafe アクセサリーの使える iPhone 16の方がおすすめだと思います。ただケースつけるんであれば両方とも変わらないですね。続いて違うポイントが OS です。iPhone に関してはみんな知ってる通り iOS が入ってるんですけども、Galaxy に関しては Android 15の One UI 7っていうのを搭載しています。ここがね、結構好み分かれて、AirDrop よくする人とかに関しては圧倒的にこっちの iPhone がおすすめだったり、あと iOS に関してはデータ移行がめちゃめちゃ優秀で、隣に置いて移行するだけでもアプリ内のデータに関してもしっかりとデータ移行がされるぐらい、ものによってはログインも必要なんですけども、そんぐらいね、データ移行っていうのがめちゃめちゃ楽になってます。AirDrop とデータ移行ですね。それに対して Galaxy に関してはデータ移行自体はスマートスイッチっていう専用アプリでできるっちゃできるんですけども、やっぱりね、そのアプリ内のデータが移行されてないこともあったり、そういった点でデータ移行に関しては少しめんどくさい点はあるかと思います。これね、今後のアップデートとかで直してほしいですね。で、あとは AirDrop ができません。ただですね、こっちの Galaxy に関してはめちゃめちゃいいポイントがあって、iPhone の場合はアプリを開いたらもう画面内に一つのアプリしか使えないと思うんですけども、Android に関しては上でブラウジングしながら下で TikTok を見るとか、そういった使い方ができます。これがね、めちゃめちゃ便利。特にね、スマホ1台しか持ってない、パソコンを持ってないとか、タブレット持ってないって人にとっては、この画面分割機能がかなり便利なので、そういった人はね、この Android を選ぶポイントにもなると思います。で、そしてまだまだありまして、Galaxy ならではの機能なんですけども、サウンドアシスタントとか、そういった拡張機能を入れることができます。それをすることによって、iPhone とか他の Android ではできない動画を2個同時に再生したり、音楽を流しながら動画を再生するとか、そういった使い方ができます。これがね、めちゃめちゃ便利で、唯一無二の機能になってるので、そういった機能が欲しいっていう方は Galaxy 選ぶのがおすすめです。本当に両方一長一短あるので、これ悩みどころですね。ということで比較してみたんですけども、いかがでしたでしょうか？結論としてね、どっちがおすすめなのかっていう話なんですけども、人によります。本当に両方おすすめ。iPhone をおすすめする人に関しては、例えばね、最近の学生だと iPhone じゃないとなんか言われるみたいなのあると思うので、そういった方は iPhone を選ぶのがいいと思うし、あと AirDrop とか、スマホからスマホへのデータ移行っていうのがめちゃめちゃ簡単なのがポイントです。あとそんなに設定項目もないので、スマホにあんまりこだわりないけど、使いやすいスマホが欲しいっていう方は、こっちの iPhone 16を選ぶのがおすすめ。それに対してこっちの Galaxy S25 は iPhone と同じ価格でもさらにカメラ倍率上げて撮りたいとか、あとはUSB-C でいろんなハードディスクとか SSD につないで高速転送したい。あとは Android に関してはカスタム性が高くて本当に自分好みにカスタムできたりするので、そういったことがしたい人はこの Galaxy S25 がおすすめですね。で、あとスマホ1台しか持ってないけど、ゲームやりながらブラウザの攻略サイトを表示したいとか、そういった方にぴったりなモデルになってます。しかもこの Galaxy に関してはサウンドアシスタントって言って動画をね、2つ同時に再生するなんていう機能もあるので、そういった、スマホをもっと便利に使いたいっていう方は
らこっちの Galaxy S25 を選ぶのがおすすめです。ということで、スマホ1台しか持ってない人にとっては、こっちの Galaxy の方が意外とおすすめできるかも。ただ、タブレットとかパソコンも持ってるよっていう人は iPhone を選ぶっていうのも全然ありだと思います。両方ともいい機種になってるので、ぜひね、店頭とかで触ってみて決めるのがいいかと思います。みんなは iPhone 派か Galaxy 派か、よかったらコメント欄で教えてください。以上、バイバイ。